ぶどう使ってるの？ぶどう使ってます。ロリエの飾り付けで。これもね、その人によってバラバラなんですよ。一緒じゃなくていいかなみたいな。やりやすいですけど難しいです。ブラックベリーがあったらブラックベリーも使うし、ない時はブドウを使うし、これ自由なんですよ。ベリー系のナパージュになります。これも花の指定がないんで、毎回来る花の色が違うんだろう。どのお菓子にどの色が合うのか、それも自由なので、その人の感性によるところが結構多いですね。
はいやっていきます。あ、いいよ、一番使い。これ難しいな。フレンチとか行っても料理人が作るやつって料理に見えないぐらい綺麗じゃないですか。じゃあそれをタルトの上に表現しましょうよっていう、そういうのでやってた。紅茶はお菓子に合うのでオリジナル紅茶を作りました。
そうで、ウェディングケーキ打ち合わせとかデザートビュッフェとか全然違いますね、ケーキの中でも。ケーキの綺麗さ、他のケーキ屋さんとはやっぱ全然違うので、スタイルであったりとか、オーナーが自由な発想なところに惹かれましたね。します。
テイクアウトはできるんですけど、こちらで提供するのが一応旬のもの、その季節のもの。おすすめはこのやっぱりルージュ・アントワネットですね。お酒も大丈夫ですか？エチケットはですね、フランス語で一応可愛いっていう意味があるんですけども、あんまり持たせたくなくて、短くて分かりやすい名前、誰でもすぐ言える名前にしようと思ってその名前に決めました。店舗が2つになりまして、ちょっと1人じゃどうにも大変だということで、こちらはこちらでシェフをやってくれる方いらっしゃったので、お願いして2人で考えてるって感じですかね。両店舗とももう今スタッフにいろいろお菓子を考えてもらってて、いずれは自分のフィルターを通すので、他の人の感性とか考え方とかそういうのを大事にしたいなと思って一緒に作ってるっていう感じですね。一言で言うとどんな店だと思いますか？タルトという分野を突き詰めたお店ですかね。
量です。みんなで同じことしてる。もし行ったじゃない。だけやってくるかぶせな
だって言ってたんですか？これが基本の牛乳ベースで、これに例えばチョコペーストを入れるとこういうチョコになりますし、創業90年になります。誰もが美味しくいただいてもらえるようなお菓子を目指してますね。評判がいいのはジェラートとか、あとはホールケーキとか、こんな種類があるんで、いろいろなものを選んでいただいたらなと思います。9
させおはよおはようございます。う。朝ごはんちょっと食べようや。じゃあ。どうこれ見て。じゃああなたにはこれを。ありがとうございます。俺はこれちょっとジャムただのいちごジャムをな、俺はこう、はい絶対うまい。では行きますね。言うとくけど、このケーキは昨日の夜作ったから出せんねんで、昨日の残りを出してるという感覚はないで、俺に。24時間賞味期限作戦やから。これが前日仕込みした湯種の種です。粉と、砂糖と塩だけやねんけど、それと水な。でこの水を沸騰させて粉の中にバンって放り込んで、湯種というこのようわからん物質を作んねんけど、熱いな今日。いいですね。で一番大切なのは、こいつ冷蔵庫から出てきたから、こいつは冷たいやん。今この時期はちょっとお湯っぽいので作っとってんけど、今日暑いからお湯でやったらうまいこといかん可能性ある。これは牛乳ですね。これぐらいの温度がいいんじゃないか。全部測ったやつ。ちょっと頑張る可能性あるよ。で、よいしょ。セカンドなのは、これだんだん生地が変わっていくのよ。朝いつも早く起きれたら、いつもこれを見ながら、いいなと思って見てる。こうちょっとまとまってきたぞっていう時に、俺はいつもこれはほんまはちゃんと生地全部見ながらやらなあかんねんけど、もう俺には分かるから。よし。山梨県の昔一緒に働いとった坪川さんっていう人がいるんだけど、めちゃめちゃ、ケーキ大好きで、研究に研究を重ねるような人やねん。その人にバスクチーズケーキのレシピちょうだいっつって教えてもらったのを全くそのままパクってんねん。だからお前ここはちょっと料理人っぽいやつ。どう？
覚えてる？覚えてますよ。飲むも一言なんかやってちょっと置こう。やろう。せっかくけどいや完全には消せるで音は。でもなんか俺がやってた時はムカつかっていう風な言ってた言ってた。ことから始まる。2人は同級生でしたっけ？同級生やけど小学校6年生の時に一番遊んでて、もう大人になってからはほとんど会うたこともなかったかもしらん。30いくつの時にもう一回再会して、今一応なんちゃっての友達やらせてもらってますみたいな感じですか。よし。面倒くさいってなってるの。なるほどな。キューピーの。うん。大きくちゃうな今の。いや大きくちゃそんなことない。なるほどね。よっ。よパンとこう対話しながらこれが分割ですね。ちょっと一回切る。オッケー。じゃあね。パンの方が長かったからね俺。あ、そうなんですか。そうやで。パン10年やった後にケーキやから。もう今やケーキの方が長いかもしらんけど、じゃないとこんなにパンの生地扱えないでしょ。いやだからすごいなと思ってました。
すごいんですあ、こんなんいらないこっちは食パン、こっちはメロンパン。これ焼きたてメロンパンって食ったことないやろ。今日は食べれるよ。あげよう。OK でまた起きます。こいつはだからすごく時間をかけて、ほんまに我が子のように時間をかけます。そいつはいつも何個ぐらい焼くんですか？なんかその時によるな。食パンの方がよう出んなっていう時はもう食パンばっかり焼く時もある。雨降ったら食パンの方が多かったりする。2、4、6やと12、14、15卵みたいな。これでメロンパン2枚分と丸いパンをこれに乗っけて焼こうかなと思って。これでひっつかへんと。ここにはホイールがないからホイールを作るねん。ここでよいしょ。それやったらすごすぎへん。丸めるの実はめっちゃむずいの。最初練習した時この人たち魔法の手かと思ったもんこれ手にめっちゃひっついてぐっちゃぐちゃなんだよ。そしてこの精神と時の部屋へよいしょ。ほんまはな、メロンパンってほとんどこの辺まで包み込むねんけど、俺この辺にして帽子みたいにしてんねん。これが逆に俺好きやねん。このなんかハンドメイド感っていうか。ちょっと半分趣味でやってるもん。美味しいメロンパンでも作ろうみたいな。入れて最後の発酵が終わったら焼きます。ほんなら結局12時前なんだよ。普通はこの状態のまま次もう熱々のオーブンに放り込まなあかんねんけど、今ホイールの状態からこいつをオーブンに切り替えるからちょっとだけ時間かかんない。よし、あと12分です。あ、いける、いける。マジで4枚ぐらいかな。で、ここに焼き上がりって書いてて。
ほらまた一歩踏み出そうとしてあなたの言葉がじゃあちょっとピザができるまで1個これ食べてみますか。はい。焼きたてメロンパンをどうぞ。いいよこらせ切ってみます。前が俺結構迷うと弱かったと思う。すいません。絶対いるからここがどうこうみたいな喋ったんじゃない？いや何かあげようと思ってしまうねん。変にこうやっぱケーキってなるとこれがめっちゃ好きな人がたまにいて多分もうチーズに塩気あるから塩とかいらない。さあどうでしょう。おおわいいわいいですね。これ食ったわ鉄板すらもうわなんかやっぱ胡椒やってるとやってる。こんにちは。今ちょうど焼き上がってこれ絶対うまいぞっていうことで。あ、本当。20分でいいから待たれへんからまた今度買うてきて。あ美味しかったわ。あよかった。グッドタイミングだったっす。ありがとう。ありがとうございます。なんかこの丸パンが大好きなおじちゃんがいる。そのおじちゃんのために焼いてると言っても過言じゃない。ああ今日もないんかとか言ってかわいそうやからさ。オッケー。とか言ってこう出してきたやつあるよ。あれを今から作るわ。バルニーバービーっていう会社におった時に教えてくれた。これ入れていけるかな。おお危ねえ。パン屋さんで働いてるとこんなやり方したことない。それが湯種パンの種ですね。またこいつを冷蔵庫に直しといて明日の朝また同じことをします。わざとやってますよ。バターを200。
300かな。塩少々、バニラオイル少々。これで出来上がりです。こいつを入れたら分離してわけわからんことになります。こんなとこに粉全部放り込んでみます。でこいつをめちゃくちゃゆっくり混ぜてみます。これ出来上がったっぽくなる。でこれがかの有名なメロンの皮です。この適当混ぜがあれを呼ぶっていうな、わざと適当に混ぜてました。めちゃくちゃ気持ちいいよ。日本バレやん。あ、もう今始まってます。ケーキの計量で卵白と卵黄を使うために計量してる。1月ぐらいから5月いちごが旬な時に出したんです。ボールお願いします。
事の流儀だよね。パンに塗るいちごジャムまずいでしょこれ。ありがとうございあ、ます。生地につけるさ。違う。ありがとうございます。さっき言ってた。いただきます。全然違う。全然違う。美味しい。このジャムとさ、瓶に入れてるジャムってまた違うの。200だっけ？200です。ありがとうございます。いただいてください。トマトこれがカスタードクリーム。いただきます。これあれね。ちょっとカスタードクリーム。美味しい。甘ったるくないですね。美味しいですよね。さっきも200だっけ？4つだから。あ、ボンボンショコラのジャムって。あ、一緒だよね。一緒か。できないね。ちょっとわかんないんですよ。この。ロールケーキのこれ今いちご入ってますけど、季節によって中変わるんですか？生クリームとカスタードだけの時もあるし、あとコーヒーと栗のロールケーキ。これはいちごのシロップを生地に染み込ませてます。これもいちごのジャムです。
いずれ自分のお店持ちたいとかそういうのあるんですか？どうですかね。最初は思ってましたけどね、みたいなっていうのは言いましたけど、いろいろ足りない部分がそこができてからですね。じゃあ、寒いんですかね。交差しない。休憩しなくていい。工藤さん休憩できない。そうなっちゃう。職人だね。休憩なし。仕上げやるんだよ。ああ、言うとおっしゃったやつかな。いや、すごいよ、あれなんちゃって。あるみたいなんで、まだまだ。何分ぐらい混ぜるんですか？あと5分前後ですね。
さストアーズ入ってるって言ってる。すごいよ。さすがですよ。あと抹茶ちょっとだけ入れといて。抹茶がいけない。シャンティーであれしかない。あんこ。これはカスタードと生クリームを混ぜてるクリーム。このティラミス見たことないです。バランスがいい。白石さんあなたの感想でしょうけど。それはよい気にされ持って2個ってやつです。いりますそんなに。大丈夫ですか。これはプリンのキャラメルです。いい感じです。マティロホル
チョコを作ったチョコケーキです。あ、すいません。そうなんですね。綺麗じゃないな、これ。温度がジャパンケーキショーっていう味覚審査の作品で賞を取った代表作っていうか、そんな感じの商品です。いつもと違うよね。緊張しますよね。緊張する。いつもふざけてるもんね。本当ですよ。変顔してるじゃん。してないでしょ。人入らないですもんね。調子やめてください。ね。すげえ緊張する。え？緊張しない。いつも緊張しないんですよ。いや、嘘だよ。緊張するよね。ショコラを1個ずつと、あといちごロール2つもらおうかな。どうします？一応入れた方がいいか。どうもありがとう。どうもお先でした。ご苦労様。またお待ちしております。お待たせいたしました。あ、これアーモンドパウダーと粉糖です。いや、それも早くしかない。これ何度とかって？ 115度です。煮詰めたシロップを卵白の中に入れていきます。いい感じのピンクです。これ結構力入れてる。やってみます。
じゃこれ混ぜられる。そんなにですか？動かないですちょっとやってみたい。いきます。無理だ。硬いですよ。満足します、これお菓子。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。硬いんですよ。ちょっと想像以上に、硬いですね。はい、もっとゆるゆるかと思った。まずい。それちょっとわかんないね。どんどんピンク色になるんですね。メレンゲの色がどんどん馴染んできます。生地を練るボールのヘリっていうかよくやるんですけど、マカロナージュで検索したら出るんですけど、うちの店にはマカロナージュはやらない。それがポイント。マカロナージュは絶対にしない。へえ。お店の名前マカロナージュ。お店の名前はマカロナージュ。やらない。はい。じゃあこれを入れていきます。生地を薄くしてる感じです。これで完成です。ストールになってさっき新しく出してください。一緒に入ってこれ茅ヶ崎の小林園茶葉を使用したサザン抹茶のマカロンラスクって言います。しっかり抹茶のね風味が口いっぱいに広がりますからね。面白くございます。食べてみてマカロンとの違いを。サクサクしてます。そうなんです。マカロンの生地とか材料は一緒なんですけど、一回焼いて乾燥させてしっかり水分飛ばして乾燥させてこういうクッキーみたいな食感に仕上げるものですね。こっちだと結構日持ちとかもするんで、お土産とかに買われるお客様が多いですね。しない。話します。ゆっくりゆっくり動画撮ってんだから。はい。見せるんだよ。邪魔。いや邪魔じゃない。スタンバイ準備。マカロンはこの中身空洞じゃないのがいい状態ですね。よく空洞のやつがあるんですけど、それはあんまり食感が良くなくて甘くなりがち。違いを食べてみて。ありがとうございます。またもらいました。いただきます。いただきます。もう茎入れた瞬間違う。本当だ、もちもち。ね。うまっ。全然違いますね。はい。
その時の祝ってもらうお客さんが喜んでもらえるような仕上がりをしてと思ってます。美味しいよ、心に届いてる。最初からね。難しい。やっぱヤクさんやっぱ乗らないといけませんよ。こっちを打ち込みたいよと言われてるのに。ね。少ない。これは真ん中。言ってたよね。美味しいスイーツを作ってお待ちしております。どうもそんな感じで。ドイツ製のマシンで生クリームだけの立てるためのマシンですね。一年中国産いちご使ってるんで、これには蜂蜜、砂糖、粉砂糖、卵しか入ってない。なるべく何にも入れないでっていう余計なものをそれでやりたいなと思って。使うところしか立てないようにして全部立てちゃうと悪くなりやすいから使いたい硬さにする。値段が接近されてやるのっていうのは初めてですね。
艶出しのためのゼリーみたいな。だいぶ膨らんでるませんか？はい。こうやってあ、なるほど、そんな感じです。こうやっていくオッケーです。ありがとうございます。やだな。おばあちゃん悪い、透明の板忘れちゃった。お願いします。ちょっと平らになりますよね。もうちょいいらないのこれで。泡も取りたい。オペラは金箔を上にやるんですよ。それっていうのはフランスのパリのオペラ座の上に金のモチーフがあるんですよ。それに見立てて金箔をやるっていうので金箔をやる人が多いんですね。で同じようなことをやっててもあれだなと思って、うちはだからこういうふうにこうなんかちょっと違うようにやったらいいかなっていう。
砂糖入れます。こうやって入れることによって粉だとドバーッと入っちゃう時があるんですよ。滑っちゃうから。でバターを入れますね。と同じ容器に入れててグラムが変わるんですよ。お願いします。パタグラスセットどうしました？まあでも有名だよね。指とかやけどしないんですか？指は特には、はい。びっちしこれをラップやるんですよ。ごめんなさい。白いところに行って、白いところ。どこどこ？白いところ。これか。はい。わかんないですよ。これが今なってないところ。
これ今こうなってるってことこうやってぐーっとやってって入れてってるんですよ。これでもう一回煮てあげるんですよ。はい。どんどん煮ていってください。今食べさせてあげたいんですけど、食べてもやっぱりまだ苦味が残ってたりとか、あんま今美味しくないと思うんで。これはエコノムっていう道具なんですよ。エコノムでやるとこうやってもう手が切れないし、刃の入れ方によってもでこうだとダメだしみたいなのがあるから、この角度があるんで、そうしないとスムーズに入んないんですよ。こういうのも全部こうなんかもう一緒に、回しながら切っとるっていう。適当にこう間違った。同じでしょ、シンプルなゆっくりでいいよ、ガタンってやらない。OK、はい。挟むような感じでどっかに作っていただいたら。すみません、お待たせしました。気をつけてください。お待たせしました。ありがとうございます。どうもそんな感じで、なんでいい感じです。多分焼いちゃうと結構縮んじゃうので。
こ
カスタードクリームを混ぜて、ミルフィーユのクリーム。
糖と小麦と水しか使ってなくて、代々300年伝え続けられてるお菓子です。蒸したてはやっぱり熱いんです。で柔らかいのでちょっと指の跡がつかないように持ち方がねちょっと。
入れときます。周りが来たな。砂糖と小麦と水しか使ってなくて、代々300年使い続けられてるお菓子です。製法とか配合に関してもやっぱり変えるつもりは全くなくて、その理由としては材料自体はもちろん昔に比べては良くはなってるんだけど、自分、和菓子職人としても一番完璧に出来上がった和菓子やと思ってるから変える必要がないと思ってます。かっこいいポーズでしたね。
献血はおはようございます。スーパードームベリテン4回地点で投稿もお待ちしています。ハッシュタグのコミュニカスタジ JFN をつけてポストしてください。観光客向けの宿泊ということで、まあ、コロナ禍の行動制限が発生していると思うんですけど、バルセロナですと、そうですが、レスポンシブルツーリズムという考え方も注目されていて、いろんな方いらっしゃるので、まあ、よくお客さんがいいですという言葉がありますので、対策について、どういう個人の方、はい、おっしゃる通りだと思います。これこれはね、普通のきな粉よりも切ってあるからより香ばしい香りが強い。
なんで。一つやっぱ思うのは和菓子の普及ですよね。和菓子がもうどんどんやっぱ衰退してきてて、例えばおやつに和菓子とケーキ食べたいってなったらほぼほぼケーキなんですよ。でやっぱ一番悲しいのが頭の中に和菓子っていう文字が浮かばないっていうのがやっぱ多くなってきてて、でそのためには和菓子を今の若い子に食べてもらうためにどうしたらいいかっていうのがきっかけなんですよ。継ぐか継がないかみたいなは話あったんですか？自分は明確に覚えてて、小学校4年生の12月24日クリスマスの日にうちの父親が当時バターケーキをやってて、クリスマスの時だけで、それで、夜の8時ぐらいだったかな、工場に向かってく父親の背中見た時にめっちゃかっこええなって思って、あと継ごうって決めました。自分はすごい、僕はめっちゃ明確に覚えてます。実際に手で触って作るっていうのはもう専門学校行き出してからですね。それまでは一切手伝ってもないし、継ぐって決めた時点でこの業界入るまでは自分のしたいことやりたかったんで、それに没頭してました。それまで一切触ってなかったんですね。触ってないですね。で手伝いとも言われてないし、本音を言えば継いでほしい長男に。けど例えば長男がむちゃくちゃ出来悪かったら継がすつもり全くないし、それやったら一生懸命自分の支えてくれた従業員の子に渡す方がいいと思うし、自分では言いたくないかな。自分もそうやったけど、親の背中見て好きになってやりたいって思わせれんだら自分の責任かなみたいな。